けれども、はい富樫先生は大まか決まってるけど、こう打ち合わせしててもあんまり打ち合わせしてくれないんですよ。من جيمبوتشو أو زي ما يسميه البعض حي الكتب في اليابان، المكان اللي فيه أغلب دور النشر اليابانية. واحد دور النشر هذه هي اللي واقفين قدام فرعها الرئيسي الآن، شويشا، الشركة الناشرة الأشهر مجلة مانجا اللي فيها أعمال أغلبنا يعرفها مثل ون بيس، ناروتو، هنتر وغيرها الكثير. وأتوقع وضح لكم من عنوان مقطع اليوم إيش عندنا والمقابلة مع من، فبدون ما نطول عليكم يلا ندخل شويشا. 矢作さん、本日貴重なお時間いただきありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速インタビューの方を始めさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。じゃあまず簡単に自己紹介をお願いします。はい、集英社の、第三編集部という編集、漫画の編集部ですね、おります、矢作康介と申します。集英社に入社時から現在までの経歴について聞かせていただけますか。はい、私は1994年に、はい、会社に入社しまして、それで、すぐ第三編集部という部署の、少年ジャンプ、週刊少年ジャンプという編集部に配属になりまして、そこからですね、2012年まで、18年間、週刊少年ジャンプの編集に携わりまして、はい、でその後、2012年からジャンプスクエアという月刊漫画誌の方の、編集長をやりまして、8年やらせていただいて、2020年まで、はい、編集しまして、その後今、こういった部長というかマネジメントの仕事を、それからしています。で、何をきっかけに漫画編集者になろうと思いましたか。そうですね、大学卒業して、はい、仕事しなきゃいけないんで、はい、でその時にエンタメの仕事がしたいなというふうに思ってて、はい、で大学の専攻はエンタメに関係ありました？関係ないです。全然法学部はい、なんで、そうですね、卒業して、働かなきゃいけないじゃないですか。はい、それで、エンタメの会社、一番行きたかったのはテレビに行きたくて。そうなんですか。はい、テレビ局に行きたくて、はい、ドラマとかバラエティとかを作るような仕事をしたかったんですけど、はい、全部落ちちゃったんで、はい、それで漫画の出版社をやっぱり漫画が好きだったんで、はい、一応受けとこうかと思って受けてて、そしたら2つぐらい最後まで残って、で集英社に一応入りました。で、中途では漫画家に比べると漫画編集者の存在を知らない方が多いので、はい、漫画の制作過程における編集者の役割を教えていただけますか。編集者の役割、はい、そうですね、漫画家さんは漫画描くじゃないですか。原稿を考えて作ると思うんですけれども、はい、それ以外の周りの仕事全部っていうのは大体編集者の仕事になりますね。一番最初原稿の出発でいうと、先生と作家さんと打ち合わせをして、次の週の話というのはどういう話になるのかとか、そういう話をして、そして、ネームというものが上がってくるんですけれども、コンテみたいなものですね、はい、コンテみたいなものが上がってきて、それをチェックして、またちょっとここ分かりづらいよとか、こう直した方がいいんじゃないかとか、そういう話をして、先生をお戻しして、でまた直しが来る。そしたらじゃあ原稿を始めてください。で先生が原稿を書いて、で原稿を書いてる間に編集者っていうのは大体次の話どうしようかなとか、どういう、はい、先生ともちろん先生が考えられるんですけど、編集者も一応先生がもし詰まっちゃったらとか、はいはい、あと、違うなっていう方向性になった時にやっぱり打ち合わせをして、次の週の話を考えないといけないので、はい、一応いくつかアイディアを持っていったりとか、そういった準備をしたり、あとそうですね、あと他のこれから出てくる新人作家との打ち合わせというのも大きな仕事なので、はい、作家さん担当している作家さんって何人もいるんで、他の作家さんのことだとか新人作家の打ち合わせを
ネームの持ち込みがあったらそれを見て、また直してっていう話をこう、やり取りをして、一緒に成長していくというか、漫画家さんと一緒にこう成長して、いずれは新人作家も連載作家っていうステージにこう連れていかないといけないので、そういった仕事をしてますね。はい、多分知らない方が多いですけど、はい、やっぱり漫画編集者って不可欠な存在ですね。はい、そうですね。そう思います。はい、で、日本ではどのようにして漫画編集者になりますか？必要な資格や専門学校に行く必要はありますか？資格はないです。はい、私も何も持ってないです。はい、大学出て、はい、そうですね。大学は一応出た方がいいのかなっていう程度ですね。うん。あとはまあ、資格というのは本当にないですね。次の一つももし、資格とか必要がなくて、専門学校も行けなくていいんですけど、でも漫画編集者に向いてる人はどんな人ですか？出版社にとって。そうですね。まず、真面目な人。悪いことをしないとか、悪いことを考えないとか。あとはまあ本当に真面目じゃないと、毎週先生もこう原稿を上げていくんで、そのスケジュールをこう、きちんと編集もコントロールしていかないといけないんで、やっぱり明日でもいいかなとか来週でもいいかなってことはないので、締め切りがあるので、それに合わせてしっかりやっていかないといけない。あとやっぱり作家さんとこう作家さん相手なので、きちんと真面目に丁寧に作家さんの応対ができる人っていうのは最低条件かなというふうに思いますね。で、その出版社にとって、もし経験がなくても、面接して少なくても、物語の作り方とか、なんか精通している人の方がいい。いや、そんなに精通してる必要はないと思います。そもそも、例えば出版社に入ると、まずは、新人作家という作家さんも持ち込みの、本当に若い10代の作家さんとかの相手もするんですけれども、また一方でこう大作家さんというか、先輩から引き継いだ作家さんの担当もするので、でそれは実際もう連載している作品をじゃあ君来週から担当ねっていう感じで渡されるんで、そうするとどういうふうになるかというと、その先生から教えてもらうんですよね。そうなんです。こうやって作っていくんだとか、こうすると面白くなるんだとか、最初から分からなくていい。分からなくていいです。もう打ち合わせの仕方で、打ち合わせをする中でこう勉強していくっていう。漫画編集者をしていて一番苦労したことは何ですか？苦労したこと、やっぱり締め切りですよね。締め切り守ること。先生がやっぱりね、一人で書かれているので、アシスタントはたくさんいるんですけど、元のその内容だったりネームっていう根底だったり、あるいは主人公だったりが書く時間がないと1週間で上がらないので、それが一番大変でしたね、最初のうちは。もうとにかくね、お前何やってんだっていう、ね、いつ上がるんだって電話はバンバンかかってくるし先生はもう無理ですとかってなってる。確かに一般的にその漫画の制作だけじゃなくて、待つのは一番辛いですね。辛いです。辛いです。もうずっと見張ってる。で、矢作さん、2015年のインタビューで、電子コミックが普及し、漫画の作品数が増えたことで、読者の満足度を満たすことが難しくなるとおっしゃっていましたが、10年以上経った今はどうお考えですか？そんなこと言ってましたか？2015年、10年前。ほぼ10年前、電通の人と。言ってたんだ。そうですね。まず前提として、ここまでデジタルに日本ではなったんですけれども、まだ海外だとちょっと紙が強かったりするんですね、実は。アメリカとかだとやっぱりまだ紙、フランスとか。だから日本国内はすごいデジタルが今もう半分以上デジタルでジャンプも読まれるようになってきて、でこんなにすぐこうなるとは思わなかったっていうのは多分ありますよね。で、何でしたっけ？で、その、作品数が増えることで、その満足度、読者の満足度、作品数が上がるけど、そのクオリティも上がらなかったら、読者の満足度を満たすことが難しくなると。そうですね。一つあるのは、やっぱり雑誌っていうのは、こう、例えば20本、20作品
とかだったら、いう作品って、もう紙の厚みがあるんで、はい紙があるんで、20本以上載らないじゃないですか。うん、だから、その中で、まあ、競われていくというか、人気20本の中で何番までにいれば、こう、連載が終わらないのかとか、はい、作家さんはやっぱりこう、下の方に行くと、あ、まずい。連載終わっちゃう。はい、で、次の新しいやつも入れ替えていかないといけないんで、雑誌っていうのは。なんで、必然的にこうレベルが上がっていくっていうか、競争されていくというか、中で。はい、っていう、あと読者も、例えば少年ジャンプだったら少年ジャンプの読者に向けて書くっていうイメージが持てたんですけど、はい、やっぱデジタルになるとすごく幅広くなるじゃないですか。もう読者が制限されてないですね。制限されてないし、本数もいくらでも載せられる。紙代がかからないんで、印刷代もかからないんで、はい、ただ単に選ばなければもう膨大に載せていける。で、その中から選ぶのが大変なんじゃないかなっていうのは思ったんですね。はい、その当時は。はい、で、なんかいくつかこう見た時に面白くなかったら漫画面白くねえなっていう。好きじゃなくなる可能性が、好きじゃなくなる可能性があるんで、で、作家もやっぱり誰に向けて書いてるのかとか、読者が一番大切なのは読者だと思うんですけれども、どういう読者に向けて書いてるのかとか、あとどういう作家さんと自分はこうコンペティション戦ってるのかっていう、その部分が、ちょっと分からなくなっちゃうと、良くないなと思ったのがそういうことを言ったんだと思いますね。で、今はどうお考えですか？そうですね、今はやっぱりどっちかというと SNS とかやっぱりすごく、機能している部分もあると思うんですよね。だから人気というか面白い漫画はすごくこうバズって、で見てみようっていう、だから全部を見て選ぶ必要なくなってこう、バズったものを見ていくだけでも相当大変っていう、バズったら見てみる、そうですね、と考えちゃうですね。だ逆に言うと、ずっと読まれてない作品もあるかもしれないなと思いますね。で、今はちょっと次は漫画の影響について質問させていただきます。大場先生と小畑先生のバクマンで主人公のコンビが作った完全犯罪の漫画に影響されて、一部の読者が真似をしてニュースに出たり、編集部に親からクレームが来たりしたシーンがありました。編集者としてそのようなことを防ぐためにどうしていますか？そうですね。実際にやりました。あったんですか？いや、ないです。ないです。その親からなんか編集部に、電話があったりとか、まああったのかもしれないですけど、例えばちょっとなんていうんですかね、女の子がちょっと可愛い女の子がみたいな漫画とかも、いわゆる日本でいうとちょっとエッチだなみたいな漫画とかもあるんですけど、そういうので多少やっぱり来たりとかはあると思うんですけれども、ただあんまりそこまで大きいものはないですね。基本的には、漫画っていうのはいろんなものを教えるものだと思っていて、で、作品が一つあったらこう全部その最後まで読んでもらえれば、きっと作家の言いたいこととか、あとその読者に伝えたいことっていうのは分かってもらえると思うんですね。で、結局それがきちんとしたものじゃないと漫画としては面白くならないと思ってるんで。で、漫画は出版される前にもし、漫画家がそういった恐れのあるシーンを書いていたら、漫画家の意見を聞かずに削除しますか？それはないですね。ないです。ないです。さっきも言いましたけど、ネームっていう下書き、コンテ、内容があるんで、なんでそれを見て、それはその時点で、これはやめとこう。その時点でなんか直しますね。なんかナルトとハンターハンターの話に連れたいんですけど、矢作さんは日本の漫画界を代表し、今もなお世界中の人々を魅了し続ける2作の初代担当でした。ハンターハンターとナルトですね。で、担当したのは、ハンターハンターでは1話から試験編終盤まで、ナルトでは1話から2008年の6月まで、つまり402話までで間違いないですか？わかんない。でも、ハンターハンターは半年ぐらいだと思いますね。本当に。その前に、話はいつまでですか？話はね、あれです。ハンター試験の途中までです。試験の途中まで。途中までです。終わりまでやってないです。
もともとレベル E っていう漫画が、はいはいはい。富樫先生があって、それの最初から担当してるんで、はい、で、その後、ずっとしばらく空いて、で、あれですね、ハンターハンターを最初にやろうって言って始めて、半年ぐらいかなと思います。20何話とか。で、ナルトには1話から、はい、まあ2008年の6月までは間違いないでしょうか。はい、それは。で、はい、なんか話はどこまで覚えてますか？はい、話は、サスケとナルトが完全にこう分かれて、はい、で、イタチのサスケの戦いの、そうですね、はい、はい、タカのっていう組織を作ったところまでです。作って、そうなんですか。はいはい、で、ナルトとハンターハンターの担当になったいきさつと当時の心境を教えていただけますか？ナルトは、そもそも岸本先生が、僕は94年入社なんですけれども、はい、96年ぐらいに漫画賞に投稿してらっしゃって、ホップステップ賞っていう当時月例賞となって、月に1回、やる賞なんですけど、そこに、岸本先生が投稿されてでそこで僕はそのページを作ってたんで、たまたまこれ一番いいなって岸本先生がその時ナルトじゃないですね、はい、もともと読み切りのからくりっていう作品だったんですけれども、はい、そのからくりっていうのを新人賞に向けて書いて、はい、大学生でしたね当時。それを応募されて、佳作っていう賞を取ったんですね。若かったですね、岸本先生その時。若いですよ、はい、70、そうですね、若いです。大学3、4年生、はいはい、でその後、はい、応募して、なんか早木さんの判断で、はい、これいいな、はい、この人は担当したいなでハンターハンターは、もともと昔悠々白書っていう作品先生が書かれてて、はい、でその後しばらくもう何にもやってらっしゃらなくて、である時先輩が、漫画をやろうとしていて先生と、はい、で、月1で、はい、週刊少年ジャンプなんですけど、特別にその月1の枠を作って、とにかく富樫先生の漫画は見せたいと、はい、読者に。だから、そういう枠を作って連載をしようって言って、その先輩が1話目の打ち合わせをしてたんですね、はい、レベル E の、はい、レベル E っていう作品の、はい、でそれができた時点で、その先輩はすごく忙しかったんです。たくさん仕事を持ってたんで、なんか手伝ってくれって言われて、はい、でいや手伝うのは嫌ですっていうなんで担当変えてください、どうせならって、担当したいですって言って、で担当させてもらったんですそれが初めてレベル E っていう作品で担当して、でそれでどれぐらいだろう、1年以上やって、それでその後ですね、そしたら先生が週刊でまた連載をしたいですって言ってくださったんで、はい、これは良かった。はい、どう思いましたか？もうラッキーと思いましたね、もうこれはやらないと、週刊の連載に戻るなんて、はい、できるのかなと思いましたけど、はい、やってほしいっていう、見たいっていうでその2作を担当して一番大変だったことは何ですか？一番大変だったこと、はい、いやっぱり原稿取りですよね。原稿を取る、要は上げてもらう、はい、はい、両方とも大変でした。すごく特に岸本先生は、かなり細身というか、はい、すごい細身でまだ若くて、はい、でただ本当に頑張るので徹夜して仕事しちゃうので、もう毎週熱出るんですよね。毎週熱が出てるっていう状態で、で原稿上がると熱を出して、2日ぐらい寝込む、休んで、はい、でもその間もネームを考えるんですでようやく治ったと思ったら、熱が下がったと思ったらまた原稿に入るから、もう良くなる時期がなくてずっと熱を出していたので、
で、その先生からもっとちょっとスケジュールを頑張れって言って、原稿を取るのはちょっとなかなか大変でしたね。やっぱりかわいそうっていうのもあるし、はい、あと本当に健康は大丈夫かなっていう、それはもう倒れられたら困るんで、本格的に倒れられちゃったら困るんで、編集部とかに嘘ついて、もう先生の熱が全然下がらないので来週休ませてくださいとか休みを取りました、本当に深刻だっていうことを言って、休みを取ったりとか。確かに読者は最優先なんですけど、確かに作家のそうですよね、確かに状態はなんか第一だと思ってます。そうですね、作家さんがやっぱり倒れちゃうと、読者が読めなくなっちゃうので、だそこのあれですね、こういいところというか、先生の体調を管理するのも編集者の一番大事な仕事かもしれないですね。で、最初に担当になった時にその2作がこれほど人気になると想像しましたか？しました。しました。本当ですか？しました。最初からはい。もうハンターハンターに関しては、もうめちゃくちゃ面白いと思って。これはもうそれはそうだなっていう。やっぱりさすが富樫先生っていうのがあって、本当に面白かったんで、これはいける。で、ナルトに関しても、1話目がすごい良かったんで、ただ結構その後がなかなかできなくて、難しくて、あんま面白くなくなっちゃう話にどうしてもなってて、2話目3話目っていうのがどんどん良くない。これだと続かないなっていう。やっぱり連載漫画って毎週面白くないと読者が逃げちゃう。途中で。最初は面白かったけど、あんま面白くないなみたいな。やっぱり追っかけてもらうためには、本当に3週ぐらいまでは絶対に面白くないといけないので、だからその3話目まで作るのは本当に苦労しましたね。ナルトに関しては。ただ1話目はもうこれすごいと思う。私も今まで覚えてます。すぐ1話からハマったんです。本当に面白い。やったって言いました。面白い。面白いよって出まして。で、2作とも途中で別の編集者に任せたとき、どう思いましたか？特にナルトは岸本先生と1990年から2008年まで長く一緒に仕事したと思います。そうですね。副編集長っていうのになったんですね、その時に。普通の編集担当から副編集長っていうちょっと管理する、編集部全体を管理する仕事になって、で、週刊少年ジャンプの場合は、やっぱり副編になると担当はしないと。漫画のそれぞれの担当しないっていうルールがあったので、でその時はしょうがないなっていうのもあったし、あとはやっぱり、どうしても、もう2008年だともう何歳なんだ、40近いのかな、38歳だったんで、もうおじさんじゃないですか。だからもうこれはやっぱりで、岸本先生もやっぱり年は取ってくるわけじゃないですか。そしたらおじさん同士が作っててもよくない子供に読んでもらうからおじさん同士で作ってたらよくないよねっていうのがあって、やっぱり若い編集に次委ねて、で先生は漫画の作り方はもうどっかのタイミングで僕はいなくても大丈夫だなっていうふうに思った時があって、そうなんですか。これはもう大丈夫だと思ったっていう時があって、その時から、いずれ変わるし、変わる時はまたちょっと新しいアイディアとか好きな漫画が、僕は読んでた漫画と全然違うその漫画を読んでた、その影響を受けている編集者が次担当になれば、ナルトにまた新しい影響が生まれるかもしれないので、だからそれはそうですね、ちょっとやっぱり寂しいはあったんですけど、ただ見たいですけど、あと楽になるなお疲れ様でした。ありがとうございます。その2作とも矢作さんが担当ではなくなった後、作品は読み続けましたか？読んでましたよ。ただ全然違う読み方になるんで、自分が担当してる時は一緒に打ち合わせしてるから、内容も全部知って読んでるから、だから後輩が作る方が面白かったですね、読んで。なんていうんですかね、
あ、こんな感じになるんだとか、読者として。はい、こんなキャラクターが出てくるんだ。はい、キラー B とかが出てきた時に思いましたね。はいはいはい、僕がいる時いなかったんで、担当してた時、あ、こんなキャラクター出てくるんだと思って、面白いとも思ったし、まあ、たまにはね、もっと面白くなるのにとか、そういうのもありましたけど。ハンターハンターは今まで読んでますか？もちろん。あ、大ファンです。どう思いますか？本当に面白いと思います。はい、僕も大好きな漫画ですね。はい。ナルトとハンターハンター、それぞれの一番好きな編と一番好きなキャラクター、教えていただけますか？一番好きな編。はい。一番好きな編は、ナルトは一番最初が好きですね。波の国編っていうのがあって、はいはい、なんで好きかっていうと、やっぱり始まって、最初アンケートすごい良かったんですね。1話目が本当に上の方で、2位とかそれぐらいになって、それで、じゃあ1位になりたいっていうのもあったし、はい、あと、漫画って本当に続けるのが一番難しいんですよね。人気がなくなっちゃうと終わっちゃうんで、だから最初にナルトも始まってしばらくして10巻まではやりたいねって言って10冊、はい、コミックスが出るまでは最低やりたいよねっていう。でそれはなんでかって言ったら10冊やれれば先生がある程度生活できるしばらくと、はい、で自分の好きな作品を書けるだけの余裕ができるんで、はい、そこまでやりたいなっていうのがまずあって、でそれを確信するというか、いけるってなったのが波の国編がやっぱ終わった時に、はい、これはもう大丈夫、これはしばらく続けられる、はい、ザオザが登場された話ですよね。はい、そうですね、そういうところまで、あそこで一つのショーが終わって、あれは本当に何ですか。で読者アンケートに1位になりました。なりました。どっかでその中で、はい、ザブザ編の中で、はい、波の国編の中で1位を取りましたね。はい、でハンターハンターでは一番好きな。ハンター難しいんですよね。自分が担当してたところではないですよね。結構全部面白いんですよ。今も面白い。比べないですか？よくそうですね。リードアイランドとかやっぱり、はい、はすごかったですね。もう泣けましたね。面白すぎる。でそれぞれの一番好きなキャラクターは誰ですか？キャラクターナルトですね。ナルトがやっぱり、ナルトが一番好きですかね。で、ハンターハンターに関しては難しいですね。みんないいんですよね。本当に。はい、ゴンもいいですし、キラーもいいしな。もし誰が好きですか？私、はい、ナルトで私も主人公が好きなタイプなんですけど、なんかそれぞれの作品で主人公じゃなかったら、やっぱりナルトでは鹿丸。でハンターハンターでしたら、クラピカですね。クラピカ。そうですね。クラピカいいですよね。やっぱ背負ってる感じがね。暗いですもんね。僕ひそかも好きですね。特に今ちょっとクラピカは今の話の主人公みたいなんですけど。確かに。はい。で本当に選べませんか？ハンターハンターで。ハンターハンターは選べないですね。そうですね。王も好きですしね。虫の。いやみんないいんだよな。でナルトでもし主人公じゃなかったら、ナルト主人公じゃなかったら、いやもし、ナルト以外に好きなキャラクターは、サスケがやっぱり好きですかね。サスケは本当に、僕が一番好きなキャラクターのタイプなんですね。そういうことですか。だから先生と打ち合わせしてこういうキャラクターを出そうっていう話をして、出したキャラクターで、僕はもう子供の頃に一番好きなタイプのキャラクター、他の昔の漫画とかでもこういうタイプのキャラクターが好きで、ライバルの横にいるのが好きっていう、とにかくかっこいいだけのキャラクター。富樫先生と岸本先生の漫画制作についての考え方や制作方法に起きる共通点はありますか？富樫先生と岸本先生、共通点は、話があるんですけど、そのなんとか編って例えばあるじゃないですか。その編ごとに、きちんと
最初から構想して、はい。構成を作って、前にこういったものを前振りみたいな、わかります？引っかかるところ、フックを作っておいて、はいはい、それを回収するっていう最後に、それがこの物語のネタにもなっているし、あと必ず主人公をこう成長させるっていう、キャラクターをその中で成長させるっていうのは、2人に共通できるかな、言えるかなっていう、適当に作っていかないっていうきちんと終わりを決めて、はい、読者にこういう感動を与えるんだっていう、そう意識して作ってるっていうのは多分近いんじゃないかな。そうなんです。で、また異なる点はありますか？制作における異なる点。異なる点。そうですね。はい。岸本先生は本当に多分きちんと作ってからやりたい人なんですね。本当に全部、もうこうあってこうあってこうなってこうなって、ここでこういう驚きがあります。そしてこの主人公が成長したところを見せました。みたいな、きちんとこう作りたい人なんですけれども、富樫先生は大まか決まってるけど、こう打ち合わせしててもあんまり打ち合わせしてくれないんですよ。先生に毎週面白いですっていうだけだったんですけど、ほぼたまにこれは違うんじゃないですかねみたいな、先々の話でこうしてほしいとかいう話はしたこともあるんですけど、先生はいつも聞くじゃないですか。来週どうなるんですかって聞くと、今3つぐらいあってその流れがで、どれにしようか悩んでます、で、あ、そうなんだって、じゃあちょっとそれを聞かせてもらえませんかみたいな話になってもいやちょっとそれは書いてからでみたいな書いて見せますみたいなはい、作り方は違います、だから先生は多分いくつもこうルートがあって、その中で一番自分が面白く書けるルートを探してるっていう打ち合わせの時は。で、岸本先生は完全に打ち合わせをきちんとやってだから僕はもう本当に岸本先生がネームを書いてくる時は内容は全部分かってる、こうなるって分かって読んでるから、ただ富樫先生のは分からないで読んでるから面白いです本当にありがとうございます。富樫先生らしいですよね。はい、そうです。で、私なんかナルトの中任試験編は矢作さんのアイデアだったと聞きましたが。いや、そんなことない。本当ですか？いろんな打ち合わせをするんで、例えばもうこうしようとか、こういうのやろうとか、そうですね。だから先生と話をしてて、次どうするって話になった時に、いや何も考えてないですみたいな時もやっぱあったりとかして、そしたらゼロからやっぱり打ち合わせして作らないといけないんで、そうですね。その時にハンター試験っていうのを、ハンターでやってて、ハンター試験ではなくて、そういうこと、その前に同時にやってて、でちょっと前にハンター試験をやってて、で、波の国編が終わってどうしようって話になって、ちょっと何もないですみたいななって、じゃあ中任試験やるかって、だから同じことやったんですよね。そうなんですか。そしたらネットですごい叩かれました。本当ですか？はい、叩かれました。本当アホなんじゃないかって。ナルトの読者ですか？はい、多分ナルトの読者ですよ。ネットでなんで。ネットで当時ネットがちょっと出始めてて、で僕は見てなかったんですけど、先生が「八木さんこんなこと言われてますよ」それでいろいろ展開を変えて、もうちょっとやってらんないなみたいな。中任試験も途中でちょっといろいろ動かして、この白寿司っていう流れがあったりするんですけど、だからそういう反響を聞いて、目先を変えるというか、また新しいアイデアを考えるということもしてました。そうなんですか。で、ナルトとハンターハンターの中で矢作さんが提案した展開を言える範囲で教えていただけますか？ハンターハンターに関してはないですね。ないです。先生に話を聞いて、いやそれはそうしないでほしいとか、それはこうしてほしいっていうのは言ったことありますけど、基本的には先生の中でやっぱり全部基本あって、で、先生に言って変えてくれるところはちょっとそれ分かりづらいですとか、ちょっとこれ分かりづらいですって言うと完全に先生直してくれるんですけど、あとは主人公周りのことで、
先生がたまに主人公にこうあまりこう良くない感じにしてしまいそうになることがあったり、その時は先生これは読者はこれは違うと思いますみたいな、そういう話はしたことありますね。でナルトに関してはもう結構もうなんていうんですかね、そのさっきも言いましたけど、その章というかナルトのここを成長させますとか、あと、仲間をつけますとか、作りますとか、そこの部分が決まって、その中を構成をして、何話ぐらいでこれやろうかね、全部で20話ぐらいかかりますかねとか、そうすると30話になっちゃったりするんですけど、そういう打ち合わせをして出始めできちんと打ち合わせをしながら作るんですね。でそれを書いてる最中にもう次の打ち合わせもするんですね。もう決まって今の話、例えば、中任試験っていうのを書いてたら、中任試験の時はそうでもないか、綱手のあたりとかもそうですけど、もう大体内容決まりました。そしたらこの綱手の後の話、次はどういうことをするかっていうのを打ち合わせましょうって言って、打ち合わせを始めていくんですね。だからその中で変えるっていうよりは打ち合わせをして次をまた考えていくというか、そうしないとやっぱり先生は倒れちゃうので、毎週全部考えて毎週原稿を書いていくってやると倒れちゃうことが分かったんで、一番最初そういう作り方をしてたんですよ。そうなんですか。そうですね、僕が知ってる先生でいうとジョジョの荒木先生、荒木宏彦先生が毎週打ち合わせをして毎週書いてまた打ち合わせをしてっていうことをやる先生だって伺ったことがあるんですね。で自分に宿題を出すというか、来週の自分に期待するっていうか、もうこれどうすんのっていう終わり方をして来週考えればいいやっていう明日は明日の風が吹く、でそれを聞いてそうやって作るから面白くなるんだって思ってたんですけど、ナルトに関しては先生が倒れちゃう、それをやると、だからきちんとその先に箱を作って、でこういう話にしようっていうのを作ってスタートして、だから作る時は大変なんですけど、作っちゃえばあとはネームに書いて、その流れに沿ってある程度ネームを書いて、原稿にしていけばいいやっていう、だそういう作り方にしました。そしたら熱が出なくなる。本当ですか。体調も良くなりました、やっぱり画期的に。最後に漫画好きのアラブの人々に一言いただけますか。アラブの人々に。そうですね。この前サウジアラビアに、行かせていただいて、で最近海外に行くことが結構あって、アニメエキスポっていうアメリカでやるやつとか、あとニューヨークコミコン、シンガポールのイベントだったり行って、いつも最近何見るかっていうと、ステージとか結構やるじゃないですか、あとブースとかあるじゃないですか、それを見てるお客さんを見るんですね。お客さんの顔見てますか。で、こういう人が読んでくださってるんだみたいな、こういう人が応援してくれてるんだっていうのを見て、でそれを先生に伝えたりとか、あと自分でも自分も子供の時こういうふうに見てたんだなとか、そういうのをちょっと思い出すようになって、でこの前サウジ行ってガイドの方とかもすごい優しい、本当に優しくて、あと漫画というかアニメが好きな方がやっぱりガイドしてくださって、やっぱり彼女とか彼の顔を見て、やっぱりすごいありがたいなっていうか、で日本のこう端っこでこう書いた漫画とか物語、キャラクターとかを見て、同じようにこう感動してくれるとか、面白いと思ってくれるんだなっていう実感して、最近、昔はやっぱり海外の人って顔も違うし、肌の色も違うし、目の色も違うし、やっぱりちょっと全然違うのかなって思うところもあったんですけど、やっぱり作品を通じてこう理解が深まるというか、一緒だみたいなところがあって、だからそうすると日本はよく少子化って言って子供が減ってきてるっていうふうに言われますけど、世界ではねどんどん人口も増えてるし、まだまだ、中東もちろんですけど、中東の方でもやっぱりまだ
漫画を知らないとか、はい。見られてない方もたくさんいると思うので、はい。そういう方にやっぱり今ある作品も読んでいただきたいですし、そういった皆さんに向けて、はい、やっぱりこう人生を豊かにしてくれるような作品を作れたらなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。本当に私なんか自身も、はい、漫画のアニメで影響されて日本語を勉強すると決めて、本当に人生の方向性を大きく変えました。はい、すごく私今まで覚えてる3年前、はい、ナルトとハンターハンターを見たときに今まで覚えてます。はい、しかもその時まだ一切喋れなかったですね、日本語で。今天才だいやいやそんなことないです。でも本当に今まで信じられないです。なんか、はい、矢作さんの前とインタビューして、はい、本当に嬉しいです。いやこちらこそありがとうございます。はい、本日お忙しいところ、はい、お時間いただきまして、はい、ありがとうございます。はい、私も含めアラブの人々にとって、はい、漫画編集者の方お話を聞けるのは大変貴重ですので、はい、改めてからより感謝いたします。はい、ありがとうございます。で、最後に、はい、ナルトとハンターハンターの1巻目を買って、はいはい、ちょっとサインしてもらいたいんですけど、先生じゃないのに本当に今、はい、特に富樫先生には戻ってほしい。もちろんわざわざ買ってきてください。いや本当にすごいですね。でも日本語読めるって。めちゃくちゃ難しくないですか？確かに難しいですけど、楽しくてしょうがないです。勉強するのは。今はちょっと漫画で勉強できるから楽しいです。すごい。漫画で勉強できるんだ。うちも英語で蘭学っていうのをやってるんですけど、アプリで。名前書いた方がいいですか؟ صور كثير ها؟ لا صور بالجوال. جوال؟ ايه صور كثير. إذا تزوم يمكن يكون أفضل. تبغى المويه تشيل الجنب. ها